嫌われたというその絶望、実は全くの勘違いかもしれません。もしあなたが今、意中の女性から氷のように冷たい態度を取られ、胸をかきむしるような苦しみの中にいるのなら、どうか安心してください。実は、女性が特定の男性にだけ見せるその理不尽なまでの攻撃性や冷淡さは、あなたに対して全幅の信頼を置き、自分の醜い部分さえ受け入れてほしいと願う、究極の愛情表現である可能性が極めて高いのです。この動画を最後までご覧いただければ、あなたは彼女の冷たさを選ばれた証として受信し、相手の防衛本能を優しく解除して、唯一無二の深い関係性を築き上げる最強の心理的武器を手に入れることになります。99% の男性が絶望して諦めてしまうその瞬間こそが、実は恋愛のボーナスタイムなのです。早速確信に迫っていきましょう。女性が無意識にやってしまう冷たい態度。第10位は、自分の欠点やダメなところばかりを執拗に語ることです。ところで、私たちが探求するこのマジ恋研究所では、こうした人間の深層心理を紐解き、あなたの恋愛を科学的に成功へと導くヒントを日々発信しています。ぜひ最後までお付き合いくださいね。さて、場面を想像してみてください。夜の居酒屋や帰り道のふとした瞬間、彼女が突然、私って本当にガサツで部屋も散らかってるし、料理なんて全然できないし、性格もひねくれてるからと、まるで自分を安売りするかのように自虐を始めることはありませんか？あなたはそんなことないよと優しくフォローするものの、彼女は冷めた表情で、いや本当にダメな人間だからとバッサリ切り捨て、心のシャッターを下ろしてしまう。この突き放されたような感覚に、あなたは戸惑い、自分には心を開いてくれないのだと落ち込むはずです。しかし、これは心理学における無条件の肯定的関心への上と呼ばれる状態なのです。心理学者カール・ロジャーズが提唱した概念にも通じますが、彼女はこんなにダメで醜い私でも、あなたは本当に受け入れてくれるのかという非常にリスキーなテストをあなたに課しているのです。どうでもいい相手には、女性は完璧な自分を演じます。あえて底辺の自分を見せるのは、あなたが自分を傷つけない存在であるかを見極めるためなのです。明日からは彼女が自虐を始めたら焦って否定しないでください。そうなんだね。でも俺はそんな不器用なところも人間らしくて魅力的だと思うよと、静かに、そして力強く肯定してあげてください。彼女の心の氷が少しずつ溶け始める音が聞こえるはずです。続いて第9位は、あなたに向かってあえて他の女性を褒めることです。職場の休憩室や複数人での飲み会の席を思い浮かべてみてください。彼女が突然、あの部署の A ちゃんって本当に可愛いよね、スタイルもいいし、あなたもああいう子がタイプなんでしょと、無表情で、あるいは少し冷ややかなトーンで他の女性を絶賛し始めるシーンです。あなたの胸の奥がざわつき、俺は君にしか興味がないのに、どうしてそんな風に突き放すようなことを言うんだろうと悲しい気持ちになるのではありませんか？まるで自分は恋愛対象外だと言い渡されたような、鋭い痛みを感じるはずです。ですが、これは心理学者ナンシー・カンターラが提唱した防衛的ペシミズムという心のバリアなのです。彼女は、あなたに期待して後から裏切られ、深く傷つくことを本能レベルで恐れています。だからこそ、あえて最悪の事態、つまりあなたは他の可愛い女性のところへ行ってしまうというシナリオを先回りして口にすることで、自分の心を守ろうとしているのです。さらに言えば、これはあなたからの、そんなことない、君の方がずっと素敵だよという否定の言葉を引き出すための、不器用極まりない愛情の探りでもあります。この状況に直面したら、絶対に同調してはいけません。確かに A ちゃんも可愛いけど、俺は君と一緒にいる時間の方がずっと好きだよと、さらりと、しかしまっすぐにあなたの本音を伝えてください。その一言が、彼女の過剰な自己防衛システムを解除するマスターキーとなるのです。第8位は、あなたと会話している時に限って無表情になる、相槌が極端に薄くなることです。二人きりになったエレベーターの中や、コピー機の前での短い立ち話を思い出してください。ほんの数秒前まで、他の同僚の男性とは花が咲くような明るい笑顔で談笑していたのに、あなたと二人きりになった途端、その笑顔は電源を切られたようにふっと消え去ります。視線は手元の資料や回数表示のボタンに固定され、そうだねという冷たく短い相槌しか返ってこない。息が詰まるほどの気まずい沈黙の中で、あなたは、俺は何か怒らせるようなことしたかなと、冷や汗をかきながら脳内で自分の行動を総ざらいしているはずです。しかし、落ち込む必要は全くありません。
これは自己提示のパラドックスと感情の強烈な抑圧が引き起こすバグなのです。あなたのことが好きすぎるあまり、彼女の脳内ではにやけてしまって行為がバレるかもしれない、変な顔を見せたくないという警戒警報が鳴り響いています。その結果、感情の漏洩を完全にシャットダウンしようと極端な制御が働き、まるで能面のような冷徹な態度として表に現れてしまうのです。こんな時、あなたが動揺して怒ってるなどと聞くのは逆効果です。彼女の態度がどれほど冷たく見えても、それはあなたへの好意の裏返しだと心の中でほくそ笑んでください。そして、いつもと変わらない穏やかなトーンで、天気の話題や仕事の軽い報告など、当たり障りのない日常の会話を続けてあげましょう。あなたのその余裕が、彼女の緊張を解きほぐしていくのです。第7位は、あなたが近づくと物理的に逃げる、あえて不自然なほど距離を置かれることです。例えば、会議の資料を渡そうとあなたが笑顔で一歩近づいた瞬間、彼女がさっと後ずさりをする。あるいは、飲み会の席であなたの隣が空いているのに、わざわざ遠くの端の席に座る。まるで自分が得体の知れないばい菌扱いされたかのような強烈なショックと屈辱感を味わう瞬間ですよね。そんなにあからさまに避けなくてもいいじゃないかと怒りすら湧いてくるかもしれません。ですが、これは脳科学的に見れば決して嫌悪感ではありません。ジョージタウン大学のトーマス・シャーマンらの研究でも示唆されているように、恋愛初期の強烈な行為は脳内でストレスホルモンであるコルチゾールを急激に上昇させ、神経を過覚醒状態にします。つまり、彼女にとってあなたという存在はエネルギーが強すぎて処理不能な緊急事態なのです。大脳辺縁系の扁桃体がこの高ぶる感情を生命の脅威とシステムエラーで誤認し、防衛本能として物理的な距離を取らせているだけなのです。この真実を知れば、彼女の回避行動が愛おしく見えてくるはずです。もし彼女がさっと距離を取ったら、絶対に追いかけてはいけません。彼女のパーソナルスペースを尊重し、そのままの位置から優しく微笑みかけて要件だけを伝えてください。逃げる相手を追わないというあなたの紳士的な態度が、彼女の脳にこの人は安全だというシグナルを送り、やがて彼女の方から少しずつ距離を縮めてくるようになります。第6位は、勇気を出した誘いを忙しいの一言で冷たく断ることです。何日も前からタイミングを見計らい、文面を何度も書き直して送った今度の週末ご飯でもどうというメッセージ。心臓をバクバクさせながら返信を待っていたあなたに届いたのは、ごめん今月はちょっと仕事が立て込んでて忙しいんだという感情のこもっていない短い言葉でした。しかも来月ならという代替案すら提示されない。この瞬間、多くの男性は完全に脈なしだ、俺のことはどうでもいいんだと絶望の淵に突き落とされますよね。しかし、ここで諦めるのはあまりにも早すぎます。実はこれ、心理学者エドワード・ジョーンズらが提唱した自己ハンディキャッピングという高度な防衛機能が働いている可能性が高いのです。彼女はあなたと出かけたい気持ちがある一方で、もしデートで可愛くない自分を見せてしまったらどうしよう、会話が弾まず幻滅されたらどうしようという強烈な恐怖と戦っています。その恐怖に耐えきれず、忙しいという外的要因のせいにして傷つく前から自らシャッターを下ろしてしまっているのです。失敗するくらいなら最初から試合に出ない。これが彼女の痛切な本音です。ですから、ここであなたが食い下がったり落ち込んだ態度を見せたりしてはいけません。そっか無理言ってごめんね、忙しい時期が終わって落ち着いたらまた声かけるよ、体調気をつけてねとあっさりと、そして温かく引いてください。この余裕のある対応が彼女の心にある嫌われるかもしれないというプレッシャーを劇的に軽くし、次のチャンスへとつながるのです。さて、ここまで見てきて女性の複雑な心理に驚かれているのではないでしょうか。実は人間の脳は新しい認知を受け入れた時、それを言葉にして外に出すことで初めて自分の潜在意識に深く定着させることができます。ここであなたの恋愛運を劇的に引き上げ、冷静さを保つためのおまじないをかけましょう。今すぐこの動画のコメント欄に「私は彼女の安全基地になる」と書き込んでください。この宣言を文字にして残すことで、あなたの脳は彼女の冷たい態度に動揺しない強靭なメンタルへと書き換えられていきます。さあ、遠慮せずに書き込んでみてくださいね。では後半戦に突入します。第5位は、目が合った瞬間に即座に視線をそらされることです。オフィス越しやふとした瞬間に彼女と視線が絡み合う。その瞬間、彼女がビクッとしたように、不自然なほど素早く、まるで見てはいけないものを見てしまったかのようにわっと目をそらす。
その時の冷たい横顔や迷惑そうなかすかな眉の動きを見て、あなたは気持ち悪いと思われたかな。完全に嫌われていると激しく落ち込むはずです。しかし安心してください。これはあなたへの嫌悪感ではなく、脳の闘争反応が引き起こす物理的な反射に過ぎません。人類学者のヘレン・フィッシャーの研究によれば、恋に落ちた脳はドーパミンが溢れ出し、常に価格性の状態にあります。大好きなあなたと目が合うという強烈な刺激が脳に流れ込んだ瞬間、感情の処理中枢である扁桃体がキャパシティオーバーを起こし、これを敵からの攻撃と同じような生命の危機だと誤認してしまうのです。その結果、システムを守るために強制的に視覚情報を遮断する、つまり目をそらすという行動を無意識に取らされているのです。もし次に彼女に目をそらされたら、傷ついて下を向くのはやめましょう。そらされたとしても、あなたはそのままゆっくりと瞬きをして、温かい視線を後に秒間だけ残してください。彼女は目をそらしながらも、あなたの視線の気配を肌で感じ取っています。その穏やかな視線が、彼女のパニックになった脳を優しく鎮める特効薬となるのです。第4位は、会話が盛り上がりそうになった矢先に、自ら急に切り上げて去っていくことです。給湯室や廊下での立ち話。お互いの趣味の話になり、少し良い雰囲気になってきた。もっと深く話せそうだと思ったその瞬間、ああ、ごめんなさい、そろそろ仕事に戻らなきゃと、彼女が突然そそくさとその場から逃げるように立ち去ってしまう。一人取り残されたあなたは、冷たい風が吹き抜けたような虚無感に包まれ、俺と話すのが苦痛だったのかと自己嫌悪に陥るでしょう。実はこれ、社会心理学における評価懸念という心理が極限まで高まった結果の行動です。彼女はあなたの前で完璧な自分でありたいと強烈に願っています。会話が長引けば長引くほど、思わぬ失言をしてしまったり、気の利いた返しができずにボロを出してしまったりするリスクが高まります。幻滅されて嫌われるくらいなら最高の印象のままで切り上げようという完璧主義の罠に自らハマっているのです。好きだからこそ失敗を極端に恐れている状態ですね。この状況では無理に引き止めるのは絶対にやってはいけません。そっか、引き止めてごめんね、また後でねと明るく短く見送ってあげましょう。去り際のあなたの爽やかな態度が彼女の脳内にもっと話したかったという強烈な余韻と渇望を残し、次回は彼女の方から話しかけてくる確率を飛躍的に高めるのです。さあ、ここからはいよいよトップ3の発表です。これまで解説してきたものとは次元が違う、さらに深く、時に残酷にすら見える行動が続きます。人間の理性を超えた本能の深淵ともいえる領域です。彼女の本当の愛情の深さを知る覚悟はできていますか？心の準備ができた方だけこの先へ進んでください。第3位は、メッセージの返信が極端に短文になる、あるいは長時間の既読スルーをされることです。何日も頭を抱えて重くならないように、でも気遣いが伝わるようにと遂行を重ねた渾身のメッセージ。しかし数時間、ひどい時には丸1日経って帰ってきたのは了解という一言だけ、あるいはスタンプが一つポンと送られてくるだけ。最悪の場合、既読という残酷な文字だけが画面に灯り、沈黙が続く。あなたはスマホを握りしめながら、俺の存在価値ってその程度かと自尊心を粉々に砕かれるような痛みを感じるはずです。ですが、ここで心理学の扉を開いてみましょう。これは認知的オーバーロード、つまり脳の処理能力のパンクと決断疲れが引き起こす悲劇なのです。彼女はあなたからのメッセージを受け取った時、実は飛び上がるほど喜んでいます。しかし、どう返せば一番可愛いと思ってもらえるか、ここでこんな言葉を使ったら嫌われないかと。文字を打っては消し、打っては消しを繰り返しているうちに、脳のワーキングメモリが限界を迎えてしまうのです。悩み抜いた結果、疲労困憊してしまい、無難すぎる短文や、いっそ今は返さないという既読スルーという極端な選択に逃げ込んでいるだけなのです。対処法はシンプルです。彼女に返信の義務感やプレッシャーを与えないこと。今日もお疲れ様、ゆっくり休んでねといった返信を必要としない完結型のメッセージを心がけてください。彼女は返信の重圧から解放され、あなたの配慮の深さに静かな感動を覚えるはずです。第2位は、あなたに対してあえて他の男性や女性との関係を進めてくることです。2人で少し良い雰囲気で話している時、彼女が突然「レイ君ってあの部署の B ちゃんとお似合いだと思うな、紹介しようか」と言い出したり、私なんかよりもっとふさわしい人がいるよとこぼす瞬間、
これは男性にとってこれ以上ないほどの拒絶のサインに聞こえます。俺は完全に眼中にないんだな、恋愛対象として見られていないんだと膝から崩れ落ちるほどの絶望感を味わうでしょう。しかし進化心理学の視点から見るとこれは全く逆の意味を持ちます。女性の恋愛は男性の衝動的なものとは異なり、長期的で基礎的、つまり非常に慎重に計算されたサバイバル戦略に基づいています。彼女は自分を長期的に守り愛し続けてくれるかというあなたのコミットメントを試しているのです。あえて他の女性をちらつかせることであなたの独占欲や嫉妬を引き出そうとする試し行動なのです。ここであなたが「じゃあ紹介してよ」と言えばテストは不合格。俺の気持ちを全く分かっていないと彼女は深く傷つきます。この究極のテストに直面したら絶対に動揺したりふざけて乗ったりしてはいけません。彼女の目を見て「俺は今君と話している時間が一番楽しいけどね、他の人は関係ないよ」と低く落ち着いた声でまっすぐに伝えてください。そのぶれない強さを見せた瞬間、彼女の中にある不安は一掃され、あなたへの信頼は確信へと変わるのです。そしていよいよ第1位の発表です。大好きな男を前にすると女性が無意識にやってしまう冷たい態度。第1位はあなたにだけ極端に当たりが強くなる批判的な言動をとることです。日常の職場の風景を思い浮かべてみてください。彼女は他の男性社員には声のトーンも高く愛想よく笑顔で対応しています。ちょっとしたミスでも大丈夫ですよと優しくフォローしている。それなのにあなたに対してだけは別人のように態度が表変します。あなたが少し冗談を言えば「そういうの本当に面白くないです」と冷たい視線で指してくる。仕事の些細な確認でも「それ先週も言いましたよね、もっとしっかりしてください」と理不尽なまでの厳しさとトゲのある言葉を投げつけてくる。まるで親の急のように冷たくされるこの状況にあなたは俺だけ完全に嫌われている、何か取り返しのつかないことをしてしまったのかと夜も眠れないほど悩み苦しんでいるのではありませんか。しかしこれが最大のパラダイムシフトです。彼女のこの攻撃性は精神分析家アンナ・フロイトが提唱した反動形成という強烈な防衛規制と心理学者ジョン・ボールビーの愛着理論における安全基地の確認が同時に起きている状態なのです。彼女はあなたのことが好きで好きでたまらないという無意識の強烈な欲求を受け入れられず、自我を守るために正反対の冷酷な態度をとってしまっています。さらに重要なのは彼女があなたを自分の醜い感情やわがままをぶつけても決して自分を見捨てない存在、つまり絶対的な安全基地として心の奥底で認定しているという事実です。どうでもいい相手には嫌われないように当たり障りのない優しい態度をとります。あなたにだけ当たりが強いのはあなたになら自分の影の部分、嫌な部分をさらけ出しても壊れない関係だと全幅の信頼を置いた究極の甘えなのです。認知的不協和の理論を提唱したレオン・フェスティンガーの法則によれば、彼女自身を好きなのに冷たくしてしまうという自己矛盾に深く苦しんでいます。ここであなたが絶対にやってはいけないのがミラーリングです。相手が冷たいからとあなたもムキになって冷たく言い返したり避けたりすれば関係は完全に崩壊します。あなたがすべきことはただ一つ、彼女の理不尽な冷たさを不動の巨木のようにただ静かに受け止めてあげることです。そうか、ごめんなさいね、気をつけるよと感情的にならずに柔らかく返すのです。心理学者 B.F. スキナーが提唱した完結強化の法則の通り、この極端な冷たさとふとした優しさのギャップは気づかないうちにあなた自身をも深く沼らせている要因でもあります。だからこそあなたが動揺せずに静かな工程を維持し続けることで彼女の暴走していた防衛システムはついに解除され、やがてその冷たさはあなただけに見せる深い愛情と献身へと反転するのです。いかがだったでしょうか。今日からあなたの視界はこれまでとは全く違うものになっているはずです。冷たくされた、避けられたという事象は実は彼女の脳があなたの魅力に耐えきれず必死にエラーメッセージを出しているサインに過ぎません。その冷たさの裏にある彼女の不器用な愛と脆弱性に気づくことができたあなたはもう他の男性たちとは次元の違う包容力を手に入れています。自信を持って彼女にとっての唯一無二の安全基地になってあげてください。あなたなら絶対にうまくいきますよ。この動画が少しでもあなたの背中を押すことができたなら、ぜひ高評価ボタンを押してあなたの決意を私に教えてください。
またマジ恋研究所ではこれからも人間の心理の奥底を暴き、あなたの恋愛を劇的に変える知見をお届けしていきます。見逃さないためにも今すぐチャンネル登録をして次回の研究報告をお待ちくださいね。それではまたお会いしましょう。